フリーアトリエセイへようこそ、セイです。今回は私が最近読んだ本を紹介していきます。対象期間は2025年3月13日から2025年4月12日の1ヶ月間です。読んだ冊数は小説6冊、一般書2冊、漫画28冊の合計36冊でした。小説、一般書、漫画の順に紹介します。チャプターを用意しているため、よろしければご活用ください。また、概要欄に各作品のリンクも貼っているため、気になった作品があれば、ぜひ読んでみてください。まず小説からです。小説とか一般書は Amazon の Kindle で買うことが多いですね。紙の方しか読めないって方もいますが、私は紙でも電子書籍でもどちらでも読めるタイプです。一冊目はジェリーフィッシュは凍らないです。第26回相川哲也賞受賞作で、市川優斗さんのデビュー作です。新本格ミステリーで脱出不可能な地で事件が起こるクローズドサークルものです。新時代のそして誰もいなくなった登場と宣伝されていた本作ですが、読んでみると、茅辻一斗さんの十角館の殺人の方が近いなと思いました。犯人の独白で始まったり、事件パートの章と探偵役パートの章が同時並行で進んでいったり、私はミステリー小説が好きでよく読むんですが、その中でもお気に入りの館シリーズに似た作品が出てきて嬉しかったです。飛行機の代わりにジェリーフィッシュと呼ばれる小型飛行船が主流になっているパラレルワールドが舞台という設定も面白いなと思いました。トリックも大胆でしたし、犯人の動機も丁寧に描かれており、読み応えがありました。探偵役の刑事2人が活躍するマリア&レンシリーズがあと4冊出ているようで、こちらも読んでいきたいと思っています。2冊目はアンドロイドは電気羊の夢を見るかです。有名な SF 小説ですが、ようやく読めました。第三次大戦が勃発し、地球が壊滅状態に陥った未来という設定で、人間とアンドロイドの関わりや、両者の違いについて描いた作品です。映画、ブレードランナーの原作なんですが、映画とは結構印象が違いました。正直、読んでいる最中は気づかなかったくらい、読み終わって、そういえば、と思い出しましたが、原作っていうか原案くらいなんかな。地球以外の惑星に移住している人がほとんどの世界で、主人公のリックは地球に残っています。彼の仕事は、人間の元から逃亡したアンドロイドの賞金稼ぎ、質問によってアンドロイドか人間かを見分けるシーンや、戦闘シーンはハラハラドキドキでした。誰が人間で誰がアンドロイドかわからないような書き方をしていて、読者まで揺さぶってくる作品です。AI が発達、普及してきている今読むと、より面白い作品だなと思いました。3冊目は、成瀬は天下を取りに行くです。2024年の本屋大賞受賞作ですね。正直に言うと、私はあまり合わなかったです。決して本作が面白くないというわけではありません。あくまで個人の好みの話です。本作には短編6編が収録されています。作者の宮島みなさんは、1編目のありがとう聖母伝や女による女のための R10は文学賞を受賞し、小説家デビューされました。文学賞の名前にギョッとするかもしれませんが、本作は全年齢対象のためご安心ください。収録作の共通点は、滋賀県大津市を舞台にしていることと、成瀬というちょっと変わった女の子が登場することです。1、2編目は成瀬の幼馴染である島崎という女の子の視点で描かれており、青春小説として割と楽しく読めました。ただ、合わなかったと思うのは3編目からで、成瀬と島崎以外の人たちのお話になっちゃったんですよね。成瀬は脇役として登場するものの、タイトルから成瀬の活躍する話を期待してしまっていたため、と思ってしまいました。シャーロック・ホームズシリーズが好きなので、そういう感じだと思ったんですよね。3編目以降が面白くなかったわけではなく、期待していたものと違ったという印象でした。4冊目は、成瀬は信じた道を行くです。先ほど自分には合わなかったと言ったくせに続編を読みました。1作目と同じタイミングですでに購入していたからです。読まないまま積んどくしているのもムズムズするため、読み進めました。本作には短編5編が収録されています。本作も成瀬に憧れている小学生だったり、成瀬の父親だったり、バイト先のお客さんだったり、いろいろな人の視点で成瀬について描かれていました。連作短編ということもあり、サクサク読めるところは本作の魅力ですね。ただ、いまいち個人的に成瀬にはまらなかったのは、彼女に弱点がないからかなと思いました。自分を貫くあまり、周りに惹かれるような行動をとる、変わった子だと距離を置かれるところが弱点といえば弱点ですが、それを成瀬が気にしている様子がないんですよね。成瀬のことが大好きなキャラクターもたくさん登場しますし、ちょっと完璧すぎるキャラクターだから受け入れがたいのかなと思いました。登場人物には弱点があってほしい、苦しみも書いてほしい、なんていうのは読者の勝手なエゴですかね。5冊目は正体です。1冊の中に中編小説が3編入っているんですが、このうち表題作の正体を読みました。作者の砂川文治さんは2022年にブラックボックス第166回芥川賞を受賞されています。陸上自衛隊に入隊した経歴を持つ砂川文治さん、その時の知識を用いて書かれたのが本作正体です。もしロシアが北海道から攻めてきたら、というパラレルワールドのお話です。自衛隊ならではの単語が盛りだくさんということもあり、最初はなかなかページが進まなかったのですが、戦闘が始まってからはあっという間に読み終わりました。
無慈悲でリアルな戦場が描かれています。興味深かったのは、本作で戦闘シーンが開始するまで、自衛隊員の誰も本物の戦争を知らないということです。計画を立て指揮を取っている幹部も、一般兵も本当に戦闘なんて起きるんだろうかとどこか緊張感のない様子が昔の戦争を描いた作品とは違うなと思いました。でも現代で実際にこういうことが起きたらきっと同じ感情を抱くんやろうな。起こるかもしれない未来、でも決して起こってほしくない未来を垣間見ることができる作品でした。6冊目は真相版7回死んだ男です。またまたミステリー小説です。本作については読む前と読んだ後のギャップが一番大きかったです。というのも、表紙とかタイトルから重厚なミステリー、お堅いミステリーを想像していたんですよね。でも読み始めたら、主人公は高校1年生の男の子だし、遺産相続がメインの話なんですが、出てくる登場人物がみんなとぼけた感じなんです。骨肉の争いでなかなかえぐい喧嘩もしているのに、主人公の語りのせいか、どこか間抜けに映ります。それが読んでいて面白かったし、一気読みできた要因でもあります。本作はミステリーであると同時に SF 小説でもあるんですよね。主人公のある能力が物語のキーになるのですが、どんな能力かは未読の方もいらっしゃると思うので、語らないでおきます。それにしても、最後の種明かしについては気づけませんでした。ともりさんについては、あれ、と思うところがあったのですが、すべての辻褄が合う、あの真実は見事でした。続いて、一般書です。こちらも Amazon の Kindle で購入したものです。地政学に興味があって、積んどくしていた2冊をようやく読みました。7冊目は13歳からの地政学、海賊との地球儀公開です。地政学の基礎について小説ベースで教えてくれる本です。登場人物は3人。口喧嘩が絶えない兄弟と2人に7日間だけ地政学を教えることになった眼帯姿のおじいさん、海賊です。最初は地政学の知識以外の描写がちょっと邪魔だなぁと思ったりもしたんやけど、最後の海賊からの手紙には思わず胸が熱くなってしまいました。13歳からのとタイトルについている通り、学生さんに特におすすめしたい本です。誰もが一度は学校の勉強なんて何の役に立つのって思ったことがあるでしょうが、本作はそんな問いにも答えてくれています。アフリカ大陸について様々な国や団体からの支援を受けてなお貧しい国が多い理由についてはなるほどなと思いました。8冊目はサクッとわかるビジネス教養、新地政学です。地政学2冊目、こちらは先ほどとは打って変わって図が多いです。地政学者の方の著書ということで、地政学でよく使われる言葉、ナンドパワー、シーパワーなども学ぶことができました。アメリカ、中国、ロシアなど大国を中心に各国の思惑について語られています。すでに知っていることもありましたが、地図やイラスト付きで解説されていることで、頭の中の情報を整理することができました。一つ失敗したなと思ったのは、電子書籍で購入したことですね。見開きの両ページにまたがったデザインも多く、スマホで1ページだけ見たときに見にくかったですし、また、画像データのため、マーカー機能が使えず、読み返しがしにくいなと思いました。こういう本は、紙の本の方がおすすめかもしれません。続いて、漫画です。漫画は ebook Japan で購入しています。PayPay で支払うとポイントとして 30% 分戻ってきたり、まとめ買い時に 40% クーポンが使えたりとお得に買えるからです。小説とか一般書はね、マーカーを引いたりしおりをつけたりしたいので、Kindle が好きなんですが、漫画はいかに安く買えるかを重視していますね。読んだ漫画は数が多いため、サクサク紹介していきます。9冊目は、確約令嬢は王子の本性、撃愛を知らないの4巻です。あらすじはタイトルの通り、乙女ゲームの悪役令嬢に転生した主人公が攻略対象者の王子に溺愛される話です。本作の好きな点は、悪役令嬢と乙女ゲームの主人公の関係性ですね。第4巻では主人公の気持ちに進展があった一方、敵役有利な場面で終わってしまいました。続きが気になります。10冊目は、クジャクのダンス、誰が見たの7巻です。本作はドラマ化もされていましたね。見れていませんが、ミステリー漫画の最終巻ということで、事件の真相が明かされました。真相が明かされる場面の快感は何にも代え難いものがありますね。普段ミステリーは小説で読むことが多いですが、視覚的に表現される漫画のミステリーも面白かったです。ただ、やはり小説とは情報量が異なるため、個人的には小説派かなと思います。11冊目は前世は検定、根性、クズ王子の8巻です。最強の剣士がスキルはそのままに転生したお話です。クズ王子と呼ばれるほどダラダラ過ごしていた主人公ですが、大切な人を守るため再び剣を手にします。最強なくせに自己肯定感が低いところが人間らしくて好きですね。8巻では前世の仲間について深く語られたり、敵の姿が見えてきたりと気になる話がたくさんありました。続きも楽しみです。12冊目は転生した大聖女は聖女であることをひた隠すが、テイル・オブ・ザ・グレイト・セイントの12巻です。魔王に殺されたくないから、現世が大聖女で今もその力があることを隠す女の子の物語です。両親や兄姉たちと同じように騎士になった主人公ですが、そのチート級の能力と大聖女時代に培った経験や考え方で、騎士団のお偉いさんを次々と籠絡していきます。本人は無自覚ですが、逆ハーレムと化していますね。12巻ではついに敵である魔人の一人と遭遇。これからまた大きく物語が動くのでしょうか。そろそろ総長や団長が恋しいです。13冊目は転生した大聖女は聖女であることをひた隠すゼロ、ザ・グレイト・セイント・オブ・リメンバランスの3巻です。
転生した大聖女は聖女であることをひた隠すの主人公が大聖女だった前世の物語です。大聖女になる前の子供時代から始まっています。第3巻では主人公のいとこであり、騎士団副総長について深掘り、二人のやりとりが最高だと思う一方、これ過去ないよな、この後、主人公は命を落として転生しちゃうよな、と思うと悲しくなりますね。14冊目は魔法世界の受付嬢になりたいですの8巻です。本作については異世界少女漫画4選第1弾の動画で詳しく解説しているため、あらすじについてはそちらをご覧ください。第8巻ではついに最終決戦へ。実は原作も読んでいるため先の展開を知っています。知っていても漫画で読みたくなるんですよね。漫画だとあと1冊か2冊で完結するんかな。最後まで追いかけたいと思います。15冊目は、私はご都合主義な解決担当の王女であるの6巻です。本作についても、異世界少女漫画4選第1弾の動画で詳しく解説しているため、あらすじについてはそちらをご覧ください。第6巻は約2年間待ち望んだ新刊、嬉しすぎました。本作も実は続きが待ちきれず、原作を読んだのですが、それでもね、やっぱり漫画で読みたいんです。最高齢しつつ詩は伸ばし、笑いました。あと電子書籍限定特典の絵が可愛すぎてありがとうございます。16冊目はミステリという流れの15巻です。ドラマ化、映画化もした本作。細かいことが気になってしまう男子大学生の主人公が事件を解決していく物語です。第15巻では前巻から続いている事件の解決と、そしてヒロイン役であるライカさんが桜が綺麗で泣けました。17冊目は狂った王女には訳があるの5巻です。本作はタイムリープものです。悪名高いようの後継者争いの最中、兄に殺害された主人公は今度こそ生き残れるよう狂ったふりをしています。そんな彼女のもとに魔法使いの男が現れというお話です。第5巻では主人公が自分の能力について知りますが、まだまだ警戒心が強いですね。魔法使いの男も彼女を大切にしているように見えて、自分の欲のために動いてそうだし、先の展開が気になります。18冊目は死刑が確定した転生令嬢は冷徹長官の妻になって3度目の人生を謳歌しますの2巻です。転生した令嬢は自分の家の悪事を内部告発、連帯責任として処刑されるかと思いきや、刑部省の長官の妻となるというお話です。長官は39歳、令嬢は17歳と22歳差の年の差婚ですが、令嬢は転生者のため精神年齢的にはお似合いかもしれません。第2巻では無表情だった使用人たちの意外な素顔が見れたり、夫婦の距離が縮まってきたりと読んでいて楽しかったです。3巻はどうなるんかな。19から25冊目は悪役令嬢セシリア・シルビーは死にたくないので断層することにしたの1巻から7巻です。乙女ゲームの悪役令嬢に転生した主人公が死ぬ運命を回避するため、乙女ゲームの舞台である学園で断層して過ごすというお話です。以前も読んだことがあると思っていたんですが、気のせいだったようで7巻分まとめ買いして読みました。7巻では新たな攻略対象者も登場、すでに略ハーレム状態なんですが、さらに信者が増えるのか、最終的に誰と結ばれるのか気になります。面白い方策ですが、1点だけ主人公を巨乳にする必要はありましたかね。晒しをしても断層は難しい気がするのだけれど。26冊目はラスボスの私が主人公の妻になりましたの3巻です。自分が書いた小説のラスボスに転生するというお話です。ピッコまで連載されている作品でそちらでも読み進めているんですが、ついつい単行本が出たら買ってしまいます。単行本で育ってきたため、どうしても縦読み漫画は没入しにくいんですよね。ピッコマ連載だとかなり進んでいるため、3巻の内容は懐かしいと思いながら読んでいました。フルカラーですが、絵が綺麗な作品が好きな方、一途な男子が好きな方におすすめな作品です。27冊目は、片田舎のおっさん、牽制になる、ただの田舎の剣術師範だったのに、大成した弟子たちが俺を放ってくれない剣の7巻です。あらすじはタイトル通りですね。田舎の剣術道場の師範をしていたおじさんが弟子に壊れて王国騎士団の指南役を務めるというお話です。7巻では前巻から続いていた事件が一段落、やはり主人公は強すぎますね。彼と拮抗する敵はこの先現れるのでしょうか。それにしても気になるのは弟子が女性ばかりということ。男性向けライトノベルが原作だから仕方ないかもしれませんが、そこがリアルじゃなくてちょっと好きじゃありません。男性の弟子もいたらいいのに。28から31冊目は、義妹が聖女だからと婚約破棄されましたが、私は妖精の愛し子ですの1巻から4巻です。妖精の声が聞こえているためいつも上の空な公爵令嬢が主人公のお話です。1から4巻をまとめ買いしましたが、ヒーロー役の性格がいまいちはまらず、ただ第4巻はとても気になるシーンで終わったため、続きを買うか迷います。主人公にひっついている妖精ちゃんたちは可愛いですし、ふわふわの主人公も好きです。32冊目は、絶望令嬢の華麗なる離婚、幼馴染の対抗閣下の溺愛が止まらないのですの4巻です。夫に殺害された令嬢がタイムリープし、人生をやり直す話です。過去、なんでそこまで夫の言いなりだったのか疑問に思うほど、生命力と行動力に満ち溢れている主人公。第4巻では、幼馴染と共に里帰りしました。2人の子供の頃のエピソードも知れてよかったです。
33冊目は破局予定の悪女のはずが、冷徹公爵様が別れてくれませんの4巻です。とある小説の悪女に転生してしまった主人公、公爵をもてあそんだ末、捨てるという行動を取らないと世界や自分の命が救われないことを思い出します。だから適当に付き合って別れるつもりだったのに、転生していい子になった主人公に、公爵が執着し別れてくれないというお話です。第4巻では、互いに思い合っているはずなのにすれ違い、本当に別れないと世界が破滅しちゃうのかな、どうやって解決していくのか、続きが楽しみです。34冊目は、グランドール王国再生録、破滅の悪役王女ですが旧国縁動を望みですの3巻です。コンサル企業で働いていた主人公は、とある王国の王女に転生します。転生したことを思い出したのは、次期国王を決める試験の内容発表の時、ラスボスとして倒される運命を変えるため、前世のコンサル経験を生かして、企業をしていくというお話です。後継者争いをしているいとことも、企業を通じて仲良くなっていきます。第3巻ではそれがより顕著に、ただ気になるのは、血筋よね。一言はいえ、国の利益を考えたら、他国と敵から結婚相手を選ぶのではと思っちゃうけど、この二人が結ばれる未来ってあるんかな。真面目で、それでいて庶民に飲まされるいとこがとても魅力的なため、応援したい反面、変なところが気になっちゃいます。次巻は年下のいとこにも心を開いてもらえるよう努力する模様、楽しみです。35冊目は、転生ババアは見過ごせない、元悪徳の帝の2周目ライフの6巻です。国を立て直すため、わざと悪役を演じ、勇者に倒された主人公が、第2の人生を生きるというお話です。300年後、16歳の姿で復活した主人公、可憐な姿とは裏腹に、賞金首を次々に捕まえていきます。こういう最強主人公が、旅していくお話って好きです。第6巻では、前の人生で主人公に仕えていた四天王、彼らの意志を継ぐ団体がまた新たに現れました。この調子でいくと、あと2つあるのかしら。次巻も楽しみです。36冊目は、小さな妻でごめんの6巻です。元不良少女が高校卒業と同時に元担任の奥さんになるというお話です。両親を早くに亡くし、親戚の家を転々としてきた主人公、居場所がない家族のぬくもりを知らない彼女が、夫と共に温かい家庭を築いていく様子が丁寧に描かれています。全巻購入していると思っていたんですが、最終巻の6巻だけ買いそびれていたようで、今になって読み終わりました。後半のエピソードは後書きを読む限り、作者さんの実体験も多分に入っていそうですね。両思いカップルが好きな方におすすめな作品です。以上、私が最近読んだ本36冊でした。気になった作品はありましたか？皆さんが最近読んだ本もぜひ教えてください。この動画が良かったなと思う方は、チャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。